内職は必ずしも悪いこととは限らないと思うんですよね。はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。はい、初めに言っときますけど、学校の授業から学ぶこと結構あるなーっていう方はね、もう見ないでくださいね。いやもう本当に見ない方がいいです。勉強が進んできてね、学校の勉強余裕すぎるよってなったタイミングでまた戻ってきてもらえたら嬉しいです。ということで今回話す内容は授業中の内職。内職っていうのはズバリですね、授業中に授業とは別の勉強をすること。この内職一般的には良くないこととされてますよね。先生は激おこと。ただ結論から言ってしまえば、僕はですね、内職は必ずしも悪いこととは限らないと思うんですよね。そしてですね、ここだけの話、内職絶対バレない方法あるんですよ。そこら辺の話について僕の体験談も踏まえて話していこうと思います。じゃあそもそも授業って何のためにあるんだと思いますか？何事もですね、目的から考えるとうまくいくことが多いんですよ。授業の目的、それはズバリ独学のためなんですよね。勉強って結局独学でするのが一番効率いいんですよ。自分の得意なとこはさらっと流して苦手なとこだけ重点的にやるとか、あとは問題解くにしても先生からね、受動的に答えを聞くよりも能動的に自分で解いていった方がいいと、自分のスタイルに合わせられるんですよね。ただですね、何もわからない範囲を一から独学しようとするのは結構難しいんですね。っていうのも、何もわからない範囲の全体像が見えないのでメリハリがつけられないんですよ。結局勉強する上で重要なことは大事なことをまず押さえて、でどうでもいいことを後から肉付けしていくっていう形なんですけど、それを一から独学でやるのは難しい。だからこそ授業で全体の流れ、そして何が重要かっていうメリハリ付けをしてもらうっていうことが重要なんですよ。そしてその授業に基づいてしっかりと自分で独学やっていくと、このね流れがすごく重要になってくるんですけど、裏を返せば自分で勉強できるフェーズにいる人はぶっちゃけね、授業っていうのは必ずしも効率いいわけじゃないんですよ。本当は独学でできるのに、もう理解してる話聞かなきゃいけないのって時間ぶっちゃけもったいないですよね。ということで僕はですね、内職肯定派なんですけど、先生は怒りますよね。怒るんですよ。その気持ちもよく分かって、授業のために時間をかけて準備してる先生も多いじゃないですか。聞いてほしい気持ちも超分かるんですけど、でもやっぱ授業の目的ってその人の勉強を伸ばすこと。その目的から考えると、授業を必ず聞かなきゃいけないってするのはむしろ逆効果になり得るんじゃないかなと思います。もちろんテストの成績ボロボロなくせに内職してる人はもうボコボコにしていいと思います。次にですね、内職肯定派の僕が実際にですね、絶対にバレない内職の方法を編み出したんですけど、そもそもこの方法を編み出した経緯っていうのが、僕ずっとですね、最後列から2列目のところに一度ってたんですよ。だけど席替えで、ランダムにねくじを引いたところ最前列に来てしまったんですよね。でも僕はですね、最初先生にめちゃくちゃ抗議して最前列だとダメだと。ただ当然その抗議は受け入れてもらえず、最前列になってしまった。でぶっちゃけ僕かなり勉強進んでたので授業ほとんどわかるなーって思って、でも内職したいなーって思って、どうにかして内職できないか考えたんですね。そこでですね、最初に思いついたのが机にメモしちゃうことなんですね。実際ですね、授業が始まる前の休み時間に英単語10個とか有機化合物の色とかそういった暗記物を大量に書いておきましたね。で授業始まると教科書開いて、教科書の下にね全部あるんですけど、先生が黒板に文字を書いてる時にこうね覗き見して頭の中でですね、もういろいろインプットして、先生がこっち向いて説明する時僕ずっと反芻してるんですよ、頭の中で。この単語はこういう意味だみたいなね。でその時ずっと先生の目を見てるわけだから、先生からしたらですね、めっちゃこの人ね話聞いてくれるなみたいな、河野君いつも授業聞いて偉いねみたいな。で僕のね結構成績上の方だったから、こういう風にちゃんと聞いてくれるから成績もいいんだってねいう風にね思われてましたね。勉強も先生からの評価も両取りと。そんなこんなでですね、授業時間にいろんなものを覚えていったわけなんですけど、これ後日談がありまして、ある日ですね、学校の建て替えがあって、それに伴って机が変わったんですよ。その机ですね、無駄に木の質が良くて、
めっちゃ茶色が濃かったんですね。まあね、なんか文字を書いても木目に書き消されて何も見えないってなってしまったんですよ。これね、僕の内職対策かなっていうふうにね、一瞬思ったんですけど、まあそんなわけでもなくて、その後ね、僕が結局編み出したのがどういうふうにするかというと、もうちっちゃくね、破った紙 A4 の半分の半分ぐらいね、4分の1分割した紙に書くっていう方法を編み出したんですね。まあそうすれば結局ですね、教科書の下に隠しても絶対バレないと。こういう風に僕が内職し続けてきたことをですね、この動画を通して初めて先生方知ると思うんで、まあ、この場を借りて本当にすいません。最後にですね、僕が皆さんに伝えたいメッセージとしては、学校の授業余裕になるまで内職はするなよ。